時は2024年、男たちが知恵を振り絞り何見てる？戦ったカンペ何見てんの？違うやつ見てる。あの時期が違うやつ見えてる。今年もやってまいりました。カンペ違うの見えてるの。DX10 春の学力テスト。もう3回目です。おお。まあね、恒例ですよ。 3年生3年生も3年間みんなのこと見れて、先生はもう感慨深いです本当に。ありがとあすごいね。だって中学とか高校だったらもう完全にね。そうよ、もうこ卒業れで年ですから。いやマジでそうですよ。一番上の学年ですよ。皆さん学校の顔になりますからね。よいしょ。うわよく言われるわ。学校の顔。そうそう。まあ僕実質4年生なんで言われるな。実質4年生おんのよ。 4年生なんで僕道徳で留学してるんですよ。道徳がね。そうや。ということでここまで2回ほどね学力テストやってきましたけども、はい皆さんどうでした？いやでも体調悪くてその時2年続けて体調悪かったよ。体調悪かったよ。そう今ね前回のねそうそうそう結果が出てるんですけども、最初はね翔太郎が9点で4位、いや勝ってる。太一くん6点で5位だったんですよ。だから調子悪かったんですよ。体調悪かった。体調悪かった。優れなかった。なるほど優れなかったな。で2025年になると、なんと太一くんも翔太郎も10点で同率4位。どっちも上がってはいるもん。上がってる上がってる確かに確かに。まあこれちなみにノーベンスからね。あ、ノーベルですか？みんなそうみんなそうなんですよ。ちなみにね。ちなみに今回はどんな感じですか？準備のほどは。今日っすか？めちゃめちゃいいっす。めっちゃいい。めっちゃいい。これ期待できるね。めっちゃいいよ。いいね。でもこれが本当に決着になっちゃうのかな。ちなみにね、その前回同点だった時は、新しく外国語っていうのがね、はいあったんで、ありましたね韓国語だったりインドネシア語だったりあったりしましたけど、さすがに太一くん有利すぎるということで、そうだね。今年は英語オンリーにします。おい聞いてないよそれは。調子悪い。ちょっと調子悪い。聞いたら俺具合が手のひら韓国語のやつだね。それ聞いてないよ。聞いてない前回の10点なんか韓国語であれしてんねんから。韓国語。それでは準備のほどはいいでしょうか？ちょっと待って。ちょっと待って。ペンがね、ペンがね、出させて。始まんの？始まる前なんであれなんですけど、今回なんかコンパス入ってる。コンパスあるの？あ本当だ。やばい。武者震いしてきた。ボス。見てむしゃぶるよ。中心をずらすの。それでは学力テスト用意スタート。よろしくお願いします。おっとちょっと待ってくれよ。ちょっと待って。君は誰だい？もうわからん。なんかむずない？今から読み上げる文章や質問を聞き、それに基づいて答えを書きなさい。 Question 1. Taichi went to the library with his family on the weekend. He borrowed a new manga. モモンガにしか聞こえなかった。採点が終わりました。はい。いやー終わったね。マジか。今回もね、なかなかでございました。いや難しかったね。今回レベル上がった。ちょっとひねった問題がね。確かにね。これ太一に勝てる。勝てる。おフルマックス全部書いたし。おおじゃあ当たってるかも書いしれない。たらいいってわけちゃうよ。全部書いたもん。対して太一はどう？マックスか。もうあんま何も言わないで。結果でね。じゃあ行きましょうか。最初の問題こちらです。ああこれね。もう全然難かったもん。マいやマジ1問目。目からめっちゃむずい。これ見た時思ったと思います。絶対どっかで見たことあるってあれね。回答こちら。おお。餅はね、なんとなくこんな感じなんですよ。餅いやなるほどね。餅の左ってこんな難かった？ね食べるじゃない食じゃないんだね。食でもオッケー。あそうなの。お食でも OK なんや。あんの餅2個。おいさっき言ったよ。 2個餅なの。これ食で OK で、問題は3つ目。正解これところてんでございました。なんでよ。なんでやねん。なんで食べ物の要素ゼロよ。見たことないねんけど。こちらは寺尾講師のみ正解でございます。すごいね。ところてん。よく知ってたなやっぱ。先生なので、じゃあこれは皆さんの回答を見てみましょう。なる、初、
太一くん一体剣メンタル太郎シンタ。あやたこれ何？これ1一漢字の1シンタで1。読みじゃなくて続きをなんか書くのなんかかと四字熟語かなって思っちゃって。なるほどね。そう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 。読みだと思ってなかったそういうことね。ね。いやなんか心って書いてたからさ、なんかワンチャンなんかちょっといいとこの焼き鳥とかでハツとかないかなと思って。ありそうですそうなんかちょっとありそうやね。なんか何それみたいな部位あるから。ハートやもんね。そう確かにワンチャンあるかなと思ってハツって書いてみたらダメだろ。賢い間違い方や。確かに間違い方。シンタおもろいな。シンタね。そのまんまやろ普そのまんま通に間違えて最初見たら名前だと思うもんね。誰かもう田中シンタみたいな感じ。いやむずいねむずい。でも覚えたっすね。覚えましたね。そうだね。じゃあ続いての問題いってみましょう。続いてこちら。次のことわざを使い文章を完成させなさい。鬼の目にも涙。初めて聞いたわ。使わないんすもんこれ知ってた？正解がですね、コウシンとなるも正解あしてます。なる正解か。あれ無理やったか。森か。いけたいけた。あれいけなかったか。意味は無慈悲な人でも時には情けに感じて涙することもあるという例えでございます。勉強になります。なるほど。厳しい人がなんか人の心持ってんねんなみたいな。あ、そういう意味ね。ああそういうことねじゃあこちらまずあゆたの回答を見てみましょう。あゆたの回答こちら。桃太郎が強すぎる。これはさすがに鬼の目にも涙。やられちゃったよな。やられちゃったよな。鬼って強いじゃん鬼強いね。だから自分が一番だと思ってたけど桃太郎が強すぎて上がいるってことねそうそれを知って鬼も泣いちゃったよってもう涙だよって目にも涙だよってこれもこれで使えるね。いい使い方でしょなんかぽいっしょこれもう回答も正解でいいんじゃない？正解やろ。ちゃんと点を取りに行った間違いよ。意味あるように書いたことわざですが三角欲しいですね答えになってます一発かということですけど、はい、そんな中ですそうマジかね、もう一人回答を見たいと思うんですけども、太郎くんの回答はですね、こちら、泣くようにも。まあなんか似てるねちょっと似てるねあだから意味的にはそういうことね。じゃあだからその使い方をやれって言ってるのにそのちゃんと書かんと。使って完成あ、そういうことね。最後に鬼も涙みたいな。最後じゃなくてもいいし別に。ああ、なるほどね。2問、はい、次の意味に合うことわざを書きなさい。一寸の虫にもあこれダメだ。かっここれ文字わかんないこれはもう普通に知らんかった。でございわます。からないですマジ知らんかった。使わないですこれ。はい、正解が五分の魂。聞いたことある温度。聞いたことあるわ聞いたことある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 そう五分の魂が正解で。寺尾正解してます。おーすごいな五分の魂。五分の魂書いてます。えぐいね寺尾すごい。これはすごい。まずはケンちゃんの回答を見てみましょう。ケンちゃんの回答こちら。一寸の虫にも覚悟あり。意味のまんまよまあまあ、そう確かにね意味は合ってる合ってる。じゃあ続いて太一くんの回答を見てみましょう。なんて書いてる太一くんの回答こちら。一寸の虫にもカタツムリはいる。どういう意味？まんまよ。これも読み解いてみんなで。一寸の虫の数ある中にもカタツムリはいるよ。誰も長外れにしちゃいけないよ。そういう意味。結構深いわ。深いっしょ。深いですか。これもこれでいいっしょ。ナイス。考えさせられる最後の問題でございます。出たあれや。そうです。ガリガリや。皆さん意味がわかなんんないですだこれと思ったでしょう。初めてです何やねんこ四字れ。熟語を使って初見ですこれはマジで意味わからん。ガリガリ。正解者は？正解者はいないですね。ワンチャンあるかと思ったけど。これ当たさすがったらすごいよになかったんですけどガリガリ。例えば彼はガリガリで自分のことしか考えない。これさ、普通に話してたらやっぱさ、そうやんな。ガリガリってその自分のことしか考えてないってことやんな。意味他人のことはお構いなしに自分の利益だけをひたすら追求するなんで自己中心的な人。なるその気持ちで書いたけどダこれメ。じゃあ最初なると太一くんの回答を見てみましょう。なるお前らそんなガリガリすんな。ほらダメ。そんなお前らなんかそんな自分のことばっかりすんな。めっちゃなる結構ガチガチ。これ僕もね。大輔は？これガリガリしすぎてあかんようなんよ。でも結構太一くんほらガリガリよ。丸々これどう？これどう？意味同じよやりましょう。やりましょう。おーなるほど。丸。いや、違う。ガリガリ。そうこれガリガリしちゃう。ガリガリすごい。いく太一くんよっしゃ。ガリガリしすぎたんだよ。
ダメなんよだから。そうやな。まさかの3年生にして先生に抗議するっていう技を覚えてきたね。すごいな。言ってみるよ。押せばいけるな。いけるよ。まあまああれがすごいわ。続いてケンちゃんとあゆたの回答を見てみましょう。ケンちゃん一石二鳥でガリガリ。よかったよみたいなこと。そう利益なんとなくそんな感じ。ガリガリあゆたこれ我に利益しかないじゃん。あーガリガリ。利益の方でそっちだよ。一緒だったよね。利益の方でね。自分にめっちゃ利益あるやん。なるたいちの方やったらな。いやそうね。こっちよりやったらいけていいんだよね。なるほどね。怪しかったけどね。そのまんますぎたか。じゃあ続いて翔太郎の回答を見てみましょう。翔太郎こちら。うまーやっぱお寿司の友はガリガリ。ちょっと待ってガリ違い。違う？ガリ違い。ガリ違い。ガリの漢字これがなと思って。違うんや。しかも2回も言わんしな。ガリガリ正式名称ガリガリ。ガリガリ。じゃあ最後寺尾先生の回答でしまいましょうかね。はいこちら。ガリガリかーん。やったな。やったなこれ。やったな。先生ふざけていいんすか。先生これどういった気持ちで書いたんですか。ガリガリって聞くじゃん。最初にガリガリ君が浮かんだんだよ。絶対誰かやってるだろうなって思ったら意外とみんな真面目に回答してるんですよ。一番ね。だから言ったよ。一番ふざけてますね始める前に今回は本当にやろう。本物ですよ。おふざけとかないですから。ナムナム。さあそれでは国語後半までいきましょう。次の語句を現代語に訳しその内容を表すイラストを描きなさい。テフテフが何の生き物なのか。こちら、正解者の回答から見ていきましょう。正解者はこちら。知ってる人いるの。なるあゆた講習正解。はい正解ですね。すごい。すごい。現代語で蝶々でございました。いやですよね。蝶々やっぱね古文読んでたらわかるんすよ。わかる。何古文って。もういいわじゃあゆたとなるもこれはなんか響きが蝶々っぽいなと思って。すごい。あ。なるはわからんかったんけど、もうふがまずうになる。手がもう蝶になるかなと思って。ね。じゃあこちら残りの3人1人ずつ見ていきましょう。まず太一くんの回答こちら。なんか分からん。なんか生き物が歩いてる効果音なんか。テクテクの感じでな。太陽を描いてウサギ歩いてテフテフじゃないのよ。テフテフしちゃって。顔でか。これグッズにしようぜ。可愛い。テフテフですって。テフテフ泣きそうやもん。可愛い。ケンの回答いきましょう。ケンちゃんこちら。なんかさここら辺になんかあるのなんか。これ何下手やみたいなこれ。じゃあなんかなシャンシャンとかおるやん。そっち系ね。シンシンとかね。そう。精神は後進が。お腹のところなんかさサイコロみたいになってる。確かに4の目が出てる。 4の目出てんじゃん。4の目が出てる。6にも見える。そして一番最後翔太郎くんこれは何の生き物なんでしょう。回答こちら。これメタモン。はぐれ翔太郎やん顔これ。オリジナルで作るな。オリジナルキャラやんこれはもう。架空の。なんかさテフテフとかちょっとなんかレアな感じしてちょっとツチノコ系の感じかなとなる思って。ほどね。なるほどね。レアキャラだ。やばい翔太郎すぎるわ。めっちゃ翔太郎。顔が翔可愛いよ太郎すぎる。これ。チャンネル登録よろしく。よろしく。じゃあ次行きます次行きましょうか。まだまだ1教科目ですから。そうやな皆さん全然まだ。まだ耐え。まだ耐えでございます。まだ耐えか。英語なんかもう終わりなんよ。続いては英語のお時間です。英語さ English なんかさ全問正解で1点みたいなの多くなかった。多かった。そうそれがちょっとね。確かにね。そこの判定がね。英語まず見ていく問題最初こちらです。次の時間の単位は英語で書き答えなさい。これむずいわ。秒、分、時、日、月、年。こちら翔太郎の回答を見てみましょう。おい。じゃあ秒じゃねえよ。分、タイム、デイ、ムーン、やえ。ややえ。やえ。言えるじゃなくてやえ。や月ってムーンじゃないですか。あそっちのお月様の方じゃないっす。で何月の方。時間の単位で答えてください。そっちも取れるか。いやそっちも取れねんねん。ねね。翔太郎英語すごいな。すごいでしょ。すごいわ。びっくりしてる。どうすごい。ここまですごいとは思ってなかった。何が？次の問題はこちらです。
次のイラストを見て家族の関係を英語で答えなさい。これ正解なるくんなんでしょう。グランドファーザー、はい。おばあちゃんは、うわ聞いたことある。マザお父さんは、ー、ファーザお母さんは、ー、マザ息子は、ー、ソン。娘は、なんかね、なんかスペルで覚えてて、これなんかさ、なんかダウルだ。ダウルだ。正解さ、何ですかこれ。日本語読みだとドーター。ドーターだよね。スペルで覚えてた。すごいね。これ分かんなかった。じゃあこちら太一くんの回答を見てみましょうかね。太一くんの回答こちらです。おじいちゃん、王子、オーバファザー、お母さん、マン、息子、そして娘、姫。ー。姫になっちゃった。姫扱いや。なんかすごいな。娘は姫や。姫やばいね。昇格しちゃってるもん。姫。続いてなんですけども、今回から入りました新しい問題、リスニング問題です。はい。リスニングね。問題がこちら。クエスチョン1、週末に太一はどこへ行きましたか。これせっかくなのでちょっともう一回聞いてみましょうか。はい。 Taichi went to the library with his family on the weekend. He borrowed a new manga. ということでございます。太郎なんて言ってるかわかる？太一は図書館に行きました。あ、分かんないかったわ。残念。正解はですね、どこへ行きましたか。図書館が正解でございます。合ってるよ。はい。でそこで、漫画を借りましたってね言ってたんですけど、漫画。そう多分そこがモモンガーに聞こえたんでしょうね。あれ漫画なんや。太一くんと翔太郎がこう答えてました。動物園でございます。二人とも動物園。モモンガーに引っ張られてる。動物園行っちゃってる。だって太郎が隣でモモンガって言うからさ、もうね、モモンガってナイス動物園。注目はそこじゃなかったな。手前やな。いやー頑張った。頑張ったね。努力はどれかなとは見られました。ジェット機みたいな。ちょっと待って。嘘よ。スイン